ご視聴ありがとうございます。今回は東京の地下にある癖がありすぎる駅のご紹介です。変わった部材や内装ばかりが取り上げられる駅の苦労の歴史、そして駅だけではわからないもう一つの苦労に注目です。開業から23年、この駅が抱える課題とは一体何なのでしょうか。ここは東京都心にある飯田橋駅です。東京メトロ有楽町線と南北線の駅が並び、その東隣に JR 中央線各駅停車、北東には東京メトロ東西線の駅があります。ただし今回ご紹介するのは、駅の北寄り、繁華街から少し離れた場所にある都営大江戸線です。地下鉄各線をつなぐ地下通路から大江戸線の改札を目指します。有楽町線の開業は74年、南北線は96年。東京メトロの前身、旧営団地下鉄時代に作られた駅によくある内装ですが、そう長くは続きません。2000年12月の大江戸線飯田橋駅開業に伴って新たに作られた通路は、ここまでとは内装が違います。床はコンクリ打ちっぱなしで、側壁と天井は金属板を折り曲げたものになります。照明は天井埋め込みではない上、通路に対して斜めになっていたり、互いに交差しているものもあります。この先のエスカレーターを降ります。先ほど分岐していた通路はこの下を通っており、最終的にたどり着く先は同じです。なお、あちらも途中にエスカレーターがありますが、前後に階段が入ります。開業時期が遅い路線は地下深くにあるため、長いエスカレーターは珍しくありませんが、これはかなり長い部類です。SF 映画のセットのような内装の空間を通った先が、大江戸線の改札階。ここは地下4階で、地下1階から3層分を降ります。そしてこの場所で天井の板がメッシュ構造に変わり、照明器具の付け根も見えるようになります。ここを回り込んだところにあるのが、大江戸線の改札です。モノトーンを基調にした内装が印象的なこの空間、改札内には入らず、一旦右後ろの出口を目指します。ここも大江戸線開業時に作られたため、内装は先ほどと同じ。この通路は地上出口まで続いており、エスカレーターもあります。ただしこのエスカレーター、最後のところで終わってしまいます。また、東京メトロの駅とを結ぶ連絡通路も含め、これまで見てきた場所には、エレベーターがありません。出入り口は一般のビルと一体化しているため、エスカレーターやエレベーターが付けられませんでした。入り口には、エレベーターを利用する人向けの案内もあります。また、この入り口から東京メトロの路線に乗る場合、あの改札の横を通る必要があります。地下4階まで潜ってから地下1階に上がる動線ですが、地上を歩けば無駄な上下移動もないため、東京メトロの路線の利用者でこの出入り口を使う人は、まずいないようです。地下へと戻ります。この辺りが建物と一体化していることは、左側の壁面や天井の作りに現れています。そしてこれまで見てきた光景も、これからご紹介する改札内と同じく、今回の内容に関わってきます。戻ってきた改札が図の左側。改札はもう1個あり、ホームを介してつながっています。ただし改札からホームまでは遠く、途中にはカーブした連絡通路があります。改札内に入ります。最初に目につくのが、天井からニョキニョキ伸びてくる、この部材です。ところどころで天井のコンクリを貫くように配置されているほか、照明を兼ねているこの部材は、ウェブフレームと呼ばれるものです。インターネットが普及しつつあった2000年当時、縦横無尽に情報をやり取りできるウェブになぞらえ、都市の地下を物理的に結ぶ交通ネットワークと、都市の情報ネットワークとしての地下鉄という、2つの意味を持たせています。そしてフレームの配置は、プログラムで決められたものです。ただし全部をプログラムに任せると、実際には施工できない角度でフレームが交わることなどがあるため、最低限守るべき条件を決め、プログラムがその範囲内で自由に配置できるようになっています。施工にあたっては、フレームが交わる部分から先に作り、それ以外を位置合わせして作っています。メンテナンス性を考慮し、照明はあまり高くない場所に配置されているほか、掃除がしやすいよう、専用の清掃器具も作られたそうです。そしてここから、先ほどの構内図にもあった連絡通路が続きます。こちら側の通路は、長さ80メートル強、線路は半径140メートルの急カーブです。左右にあるスリット状の照明は、6本に1本の割合で器具が入っておらず、ここはトンネルとをつなぐ換気口があります。カーブが終わったところで、
通路はホームに続きます。ここで床の色が黒から白になり、印象がガラリと変わります。そして何か気づかないでしょうか。そう、壁の色が左右で違うのです。大江戸線は他の路線より深い場所を通っており、改札やホームの位置の都合上、通路が長くなりました。そしてこの構造にも、もちろん理由があります。最初期の計画では、大江戸線は前に開業していた新宿線と同じ、1両あたり20メートルの大型車両、10両編成で計画されていました。これではカーブをきつくできないこと、当時は他の路線との乗り換え駅を減らして混雑を分散させるため、飯田橋駅は設けられない予定でした。ところが、建設費削減のためにリニアモーター方式を採用、車両も短いミニ地下鉄としたことで、急カーブを作れるようになりました。同時に両数を8両に減らしたことで、ホームも200メートル余りから137メートルに短くできました。他の路線との乗り換え駅を増やし、利用者を増やす方針になったことでルートが変更され、飯田橋駅の建設が決まったのです。トンネルを極力道路下に収めつつ、ホームを直線にしたためにこの位置関係になり、長い通路ができたというわけです。同じような経緯で変更されたルートと、そこにある駅をまとめた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。駅の設計にあたり、巨大な施設全体を同じように作ることはせず、単調でない空間とすることが意識されました。通路の床の色が、階段エスカレーターが灰色、連絡通路が黒、ホームが白と変わるのは、色を分けてメリハリを効かせるためです。こうした設計には、この駅が抱えていた事情が関係しています。飯田橋駅は、大江戸線のうち、都心をぐるりと囲む、環状部と呼ばれる区間に属しています。大江戸線環状部のうち、2000年に一斉開業した各駅では、それまでの区間とは予算の考え方が違いました。建設費削減が至上命題だった大江戸線では、工事金額を駅の規模で割った数字、工事単価はもともと低かったのですが、開業するごとに予算が減らされていき、飯田橋駅はかなり低い単価で建設されることになりました。この単価で全体を同じように施工すると、全体的に安っぽい設備になってしまいますが、天井や壁を張らない構造や、コンクリ仕上げの床とすることでメリハリが効き、そうした事態を防げます。一方、モノトーンの内装のアクセントとして、階段のステップの端には真鍮の部材が付けられ、視覚的にも段差が分かりやすいよう配慮されています。なお、雨に濡れやすい出入り口周辺は石やステンレスを使い、メンテナンス性も考えられています。また、階段の手すりの端では、手すりがくるくる巻かれています。これは握った時にわずかな弾力を与えると同時に、始めと終わりを示す目印としています。場所によって巻かれる回数が違うのが、遊び心満載ですね。そして、ホーム中央の高い天井も、コスト削減の一環です。この駅のホームと前後の通路は、3つのシールドトンネルを組み合わせて掘られています。シールドトンネルとは、円筒型の機械の先端にカッターを取り付けて地面を掘り、掘ったところの内側に、セグメントと呼ばれるコンクリートの部材をつけ、トンネルを仕立てるものです。地上から掘り下げられない深いトンネルでよく使われる方式で、ホームの上下が余るため、ここに配管や空調用のダクトを入れるのが普通です。そしてこれらがホームから見えないよう、天井に仕上げのパネルを貼るため、こうした構造の駅では天井が低く、圧迫感が出がちです。ところがこの駅では、床下の配管スペースを通常より大きくしたのに加え、線路の上にダクトを入れるスペースを作ったことで、ホームの天井を省略して、すっきりした見た目にできました。その代わり、線路の上の天井が真っ平らになっているほか、空調の吹き出し口がホームの端に寄っているなど、他の駅ではあまり見られない作りになりました。一見すると天井を省略しただけに見えますが、そのために多くの工夫がなされています。また、通路との境目にあったこの部材は、トンネルの構築に使うセグメントの一部で、構造物をあえて見せる考え方の表れです。また、ホームにも工夫が満載です。先ほど見えた色違いの壁も、景色が見えない地下鉄で、位置関係を視覚的にわかりやすくする工夫です。開業後にホームドアが設置され、開業当時より見えにくくなりましたが、それでもアピールしています。また、部材自体は同じで色だけが違うようで、コスト削減も意識されています。そしてホームに並ぶ、この柱。これはコンクリートで仕上げられており、強度があるため細くできるのが利点です。
一方、雨水などを通す管を柱の外側に通すしかないので、色を合わせた覆いをつけ、一体感が損なわれないようにしています。そして、この横にある設備にご注目。ピンク色のベンチは後付けで、開業時は真ん中のものだけでした。断面が H 型の鋼材は文字通り H 鋼と呼ばれ、建築ではよく用いられる素材です。構造物をそのまま見せる考えを取り入れたこのベンチ、武骨な見た目が特徴ですが、座る場所の横幅はそれまでより広く、ゆったり座れる配慮付き。安全のため、鋼材の角には丸みをつけています。素材を生かした設備は、これだけではありません。電話台はステンレスの厚い板を曲げて、素材の厚さが感じられるようになっています。一方、ホームの中央にはこんなものが。反対側に入り口のあるこの施設、ドアの上には放送室とあります。放送室の中からは外が見えるようにしないといけませんが、ホームから室内がバンバン見えるのは避けたいところです。この矛盾する条件を満たすため、ハニカムコアと呼ばれる蜂の巣状のアルミ部材をガラスの内側に封じ込めた材料を使っています。さすがに正面からは見えますが、全方位からスケスケにはなりません。一方、この隣には厚いアルミの板でできたベンチが。どちら向きにも座れるためか、隣に別のベンチはありません。もちろんこのベンチも角には丸みがあります。ホームの突き当たりで柱のデザインが再び変わります。ただし、先ほどはガラスで仕上げられていたのに対し、こちらは石のタイル張り。これはそれぞれの通路で作りを変えてメリハリを効かせると同時に双方を区別しやすくするためのものです。素材にもこだわりがあり、ガラスの内側には光を反射する工夫をし、電気を使うことなく光の効果を得られます。また、石は柱に合わせて貼るとお高いですが、タイルにすることでコストを下げ、同時に光を反射する仕上げとして、のっぺりした感じを軽減しています。左右の壁も違うので、これなら場所を間違えずに済みそうです。先へと進みましょう。ここは他の路線への乗り換え動線ではないので、人気は少なめです。こちらのカーブは半径125メートルと先ほどより緩く、連絡通路の長さは60メートル弱と先ほどより短いです。先ほどの通路と似たような感じですが、壁面の作りがしっかり違います。このライン上の部材は列車の流れを意識したもので、ガラスの内側には蛍光剤を含むアクリルが入っています。それにより照明がなくても光っている効果を引き出せます。そしてこの通路も終端あたりでウェブフレームが登場。ただしこちら側は反対側とは違います。カーブの途中に階段エスカレーターがあるため、それらは2基に分かれています。それだけではありません。ホームは地下6階、先ほどの改札は地下4階にあったのに対し、この先の改札は地下1階にあります。5層分を上がる階段エスカレーターは途中で折り返しており、ウェブフレームの規模も先ほどより大きくなります。それがこちら。この駅で最も長いと思われるエスカレーターの上に、ウェブフレームがみっちり張り巡らされています。確かにこれなら、長いエスカレーターでも退屈しなくて済みそうです。なお、この途中の階層には機械室があり、改札とホームをつなぐエレベーターにも、通常は押せないボタンがあります。地下2階と4階、5階では表示が出るほか、扉もあるため、機器類の搬出入に使われているようです。エスカレーターを上がり、改札階に到着です。左にあるのが、点字を使ったアート。点字には大きさの規定があるため、この文字自体は意味をなしませんが、随所にある文字には読み取れるサイズの点字もあります。そして、皆さんお気づきでしょうか。この改札には天井のメッシュ状の素材がないため、先ほどの改札より明るい感じになっています。このような部分からも、2つの改札を区別できるというわけです。ここから地上に出ます。こちら側にはホームから地上までエレベーターで行くことができ、C2 出口が使えます。エレベーターのある C2 出口ではなく、あえて C3 出口を使います。改札周辺が明るかったのは、天井の仕上げだけでなく、太陽光が漏れてくるのも理由でしょうか。繁華街から離れた場所だけに、周りはかなり静かですが、エスカレーターを上がりきった先で後ろを向くと、何やら存在感のある構造物が。出入り口の屋根にも見えますが、それだけではありません。離れた場所から見ると、建物を取り囲むように楕円形の部材がついています。これはウイングと呼ばれ、
地下にあったウェブフレームと呼応するものです。あちらが地下に伸びている根や枝としたら、こちらは地上の幹や葉というわけです。この建物は換気筒で、機械の配置の関係上頭でっかちな構造のため、ウイングも上に行くほど広がる配置になっています。外から見ると分かりにくいですが、この配置にも意味があるのです。こうして作られた大江戸線飯田橋駅は、2001年度のグッドデザイン賞、2002年の日本建築学会賞を受賞しています。特に鉄道の駅で日本建築学会賞を受賞したのは、1964年の東海道新幹線以来という快挙でした。この2つのプレートは、最初に通った改札の横に掲げられています。ただし、駅の開業から間もなく23年、時代は変わりつつあります。地下駅の宿命である漏水が所々に見られ、コンクリートの表面に水受けをつけている場所があります。また、床のコンクリートも同じ。天井のパネルや床の仕上げを省略しただけに、結構目立つところです。同じ都営地下鉄では、浅草線の高輪台駅でも漏水がひどくなり、壁面にパネルを追加して、美観の向上を図った例があります。また、柱の表面が剥がれている場所もあり、所々に年月の経過が現れています。ホームの端の柱にも欠けているところがありますが、こうした部材は大量生産品ではない場合もあり、簡単に交換できるかは微妙です。最後に出てきたウイングにも、光触媒コーティングが施され、メンテナンスの負担を軽減していますが、やはり汚れが目立つ場所もあります。また、当時は想定しきれなかったとはいえ、公衆電話の減少に伴い、この下にある電話も撤去されてしまいました。ただの板になってしまっているのは、やはり寂しいですね。そして開業当時のこの駅には、看板類がもっと少なく、駅構内はすっきりしていました。決めた場所以外に張り紙などを出さなくて済むよう、掲示スペースは通常より広めに取られていたのですが、それらは使われず、周りに張り紙がバンバン貼られてしまいました。現場の職員も入れ替わる中、設計段階で目指したものが変わっていくのは珍しいことではありません。一方、使われなくなった広告スペースは、周囲との調和の取れた素材で塞ぐなどの工夫も見られます。コストと実用性、デザイン性を両立させる工夫がなされたこの駅。末永く大切にされてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。